1993年11月24日水曜日曇り。今日は16歳の誕生日だった。そんな日に病院へ。先生に網膜色素変性症だって言われてしまう。網膜の細胞が少しずつ死んでいく病気なんだそうだ。夜になると目が見えにくくなって視野がどんどん狭くなって最後には光がなくなる病気らしい。家に帰ってお母さんにそれを正直に伝えた。お母さんは黙って私を抱きしめていた。お父さんにはポケベルにメッセージしたらどういうわけか不二家のケーキを買ってきてくれた。お母さんも用意していたのに。二人の優しさが今は一番苦しいよ。私はこの病気はあの日の罰なんだと思ってる。小学5年生の時、新山がバレーボールを切り裂いているのを見たのに、私は黙ってた。あいつがみんなを処刑していた時も、自分が標的になるのが怖くて、ただうつむいて震えてただけだった。私の正義感なんて全部嘘。私は自分を守るために沈黙を選んだ。一番卑怯な人間だ。だから神様が、お前にはもう何も見る資格はないって言ってるんだ。でも私は絶対に忘れない。あの新山のついた嘘も、友達を裏切って処刑台に送ったクラスメートの上辺だけの涙も、光が消えるその瞬間まで、この世界の醜いものを全部、この目に焼き付けてやる。いずれ失明するならと、今日から日記を録音することにした。日記は小4の頃から毎日つけている。過去の自分から力をもらうこともあった。でも見えなくなれば過去の自分を読み返すことができなくなる。だから録音。続くかはわからないけど。1993年11月25日木曜日晴れ。今日図書館で網膜色素変性症について調べた。難病。数万人に一人。網膜の細胞が死んでいき、視野が外側から削り取られていく。本に載っていたイメージ図は、今の私が夕方に感じている景色そのものだった。医学はあんなに発達しているふりをして、私一人救えない。でも、ページの隅に少しだけ希望のようなことが書いてあった。信仰には個人差があって、おばあちゃんになってもずっと見える人がいるらしい。一生光を失わずに済む当たりくじを引ける人がいる。でも、その一行が余計に私を苦しめる。100% 失明すると決まっているなら、いっそ諦めもつく。でも、見えるかもしれないというかすかな希望があるせいで、私は毎朝、目が覚めるたびに自分の視界を疑わなきゃいけない。今日は昨日より狭くなっていないか、
街灯が暗く感じるのは気のせいか。図書館を出た後、美智子に会った。本当は目のことで少し相談してみようと思った。でも、彼女の方から目を輝かせて、私、看護師になりたいんだ。病気で苦しむ人を助けたいと言った。その瞬間、喉の奥で出かかった言葉が凍りついた。美智子はいい子だ。偽善じゃない。本気で言ってる。だから私も、頑張ってねと返した。それは本心。でも、その瞬間に、私の心の中に黒い毒が回るのを感じた。これから助ける側の光の中に進む美智子と、ただ光を失って闇に取り残される私。彼女の真っ白な夢に、私の泥のような現実を塗りつけることなんてできなかった。美智子が夢を語れば語るほど、私の未来は削り取られていく。私はこれから何を目指せばいいの？視野と一緒に、私の人生まで狭まっていく。帰り道、暗くなり始めた街並み。自分という存在も、暗闇の中へ消えてなくなればいいのに。1993年11月26日金曜日、晴れ。今日、弓道部を辞める決心をした。今の視力なら、日常生活にはまだ大きな支障はない。でも、あの28メートル先の的を狙うとき、以前のような絶対的な確信が持てなくなっている。弓道は武器を扱う競技。少しでも不安がある人間が妥協して弓を引くべきじゃない。事故を起こしてからではもう遅い。4月の入部以来、毎日誰よりも練習してきた。仲間と一緒に切磋琢磨し、同じ目標に向かって笑い合えるあの場所が、何よりも大切だった。本当は、みんなと最後まで頑張りたかった。でも、事故を起こすリスクを抱えたまま居座ること、そんなことは私にはできない。月曜日、高山先生に伝えようと思う。1993年11月29日月曜日、晴れ。放課後、高山先生に退部届を出した。理由は家庭の事情と嘘をついた。本当のことを話して、かわいそうな子と同情されるのは絶対に嫌だった。先生はもう一度考えろよと何度も言ってくれた。でもそんなのありえない。私の視力は徐々になくなっていく。もし
重大な事故でも起こしたら取り返しがつかない。だから一刻も早くやめるしかなかった。帰り際、これから部活に向かうみんなとすれ違った。まだ明るいのに一人で帰る私をみんな不思議そうに見ていた気がする。みんなの顔を見ることはできなかった。見てしまったらその瞬間に涙が溢れてしまいそうだったから。逃げるように校門を出た。結局誰にも真実を言えないまま嘘を重ねる。この不治の病も、こうして一人きりになることも、全部私への罰なのだと思う。1993年12月1日水曜日、晴れ。お昼休みの廊下で朝日先輩に呼び止められた。先輩は部長として真剣な顔で、急に辞めるなんて冗談だろと言った。そして何も気づけなくてごめんなとも。先輩が私の頭に手を置いた。その温かさが今の私には一番の毒だ。私はありがとうございましたと小さく言って先輩の手から離れた。先輩の表情は私の異変に気づけなかったという部長としての責任感なのか、急に何があったのかという困惑なのか、そんな気持ちが混ざり合ってるように見えた。違う。先輩のせいじゃない。私に異変はなかった。ただ病気になっただけ。私が勝手に隠しただけ。言ったらみんな同情してくれる。それは嫌だし。ごめんなさい。1993年12月6日月曜日、晴れ。月曜日、部活のない放課後の帰り道、帰宅部のとしきと一緒になった。あいつは私の顔を見るなり、気まずそうに目をそらしてから言った。親から聞いた。心臓が跳ね上がった。目のことだとすぐわかった。ご近所で幼なじみ。親の情報交換は危険だ。絶対に口止めしなきゃいけない。としきにももちろん厳重に口止めした。それと、部活を辞めてから暇なんだと、自重気味に吐き捨てたら、としきはさっき、私の家にやってきた。暇なら貸してやるよって抱えてきたのは、スラムダンクの1巻から最新の16巻。正直、今の私に部活で青春を燃やす漫画なんて、残酷すぎて読めるわけがない。バスケに打ち込む彼らの眩しさが、私の今の絶望を余計に際立たせるだけ。でも、それがとしきなりの精一杯の励ましなんだろうと思うと、そのあまりのピントのずれ具合に、
少しだけ笑えた。友情なんて、今の私には重荷でしかないはずなのに。1993年12月7日火曜日、晴れ。最悪な日だった。下校途中、コンビニでお菓子を買って東小の前を通った。その校門から出てきた男の姿を見て、心臓が止まった。いや、すべてが停止した。新山だ。元担任。あいつは、子供たちに、さようなら、と、穏やかに声をかけていた。全身の血が逆流する。嘘でしょ。あいつが東小に赴任してる。あんなことをしておいて、私の同級生を次々に処刑しておいて、あいつは先生の顔をして、無垢な子供たちの前に立ってる。あいつの姿を見るだけで、呼吸ができなくなる。あいつがこの町に、私のすぐそばに居続けるなんて、吐き気がする。部屋に帰っても、震えが止まらない。めまいがして、壁が迫ってくるように感じる。あいつの存在そのものが毒だ。私は、もう二度と、あいつのいない世界には戻れない。